はい、こんにちは。タモン丸のカンコレ、タモン丸です。本日は、期間限定会期の第一作戦 MA3 作戦、こちらの配信の方をしていきたいと思います。昨日のメンテナンスもだいぶ時間がねかかってましたね。はい、かのやさん、こんばんはです。今日もよろしくお願いいたします。いでやさん、こんばんは。始まりましたね。はい、イデアさん、こんばんはです。そうですね、いよいよ始まりました。今のところですね、最初にこの解禁についての進捗状況ですね、そこから始めていきたいと思います。いやー、本当に今回のイベント、ちょっと不安ですね。初日から第一回期しかかの開やさん、放されないってい M の開うのは、放派、日曜、とだけで追加情報派ないですね。そうですね、多分昨日で力尽きたんじゃないかと思われるので、今日はね、運営さんの方はゆっくり休まれて、明日、ま明日中に実装されれば日曜日っていうのはね、間違いはなかったということになると思うんで、そこはね、温かい目で見守っていきましょう。はい。一応この第一会議だけでもですね、結構なボリュームになってまして、まだ全部はね、踏破しておりませんので、順番にね、ちょっと紹介していこうかなと思うんですけど、最初にシーマスに行かなくちゃいけなくて、そのマスに行くんですけども、補給艦1、駆逐艦5の編成でいけば、通常戦闘1回で、簡単に到達ができるということなんですけども、そうなってくるとね、補給艦1隻使わないといけないということで、これ以外の方法としては、航空母艦を1隻、あとは軽巡洋艦を1隻、あとは駆逐艦を4隻入れるっていう方法でも、シーマスには到達できるようなので、ここは艦隊事情に合わせて出撃したらいいかなと思われました。はい、そして続いて、F マスの攻略に行くんですけども、ここからはもう対地装備をね、ガン積みして、集積地のね、燃やしてあげなくちゃいけないという、ちょっと、ヒットポイントが4800もありましたけど、割と燃えてくれましたので、あまりね、数字にこだわらずに、ガンガン燃やしてあげれば大丈夫かなといったところでした。そしてジーマス。
ジーマスはなんだっけな。あ、そうだそうだ。ジーマスが、最初の、まあ、ボス戦でしたね。あそこは従順世紀だったかな。うん。だいぶ戦力的にはね、ちょっと絞ってたので、ラストが結構硬くてね、3回くらい沼りましたけど、なんとかね、こちらの編成で、攻略できましたね。うん。最後かなり怪しかったんですけど、まあ、クマがね、最後、ぶち抜いてくれましたんで、助かりました。で、ここまでが、最初の、まあ、お札マークがつく艦隊で、まあ、3つほど艦隊を使えています。そしてここからがまた出撃箇所がね一つ新たに登場して、まあ、エルマスやオーマスですね、まあ、こういったところの、まあ、攻略をしていくんですけど、まあ、ここもなんとかできて輸送ゲージまではなんとか終わりましたので、今日はですね最後の戦力ゲージを出すためのギミックピーマス、ここの攻略を今日はしていきたいと思います。はい、ちょっと見切れてるかもしれないんですけども、ピーマスの編成っていうのが、まあ、上から、4人が完全にねこう基地というかもうね対地装備じゃないと倒せない相手がずらり並んでいて、これを全部倒して処理取らなくちゃいけないんで、最初に今回任務でですね第3艦隊の遊撃部隊が解放されますので、まあ、これを解放した段階の7隻で、まあ、攻略していくことになります。うん。多分大丈夫かなと思うんですけどね。はい。ということで、第7、ピーマスの出席メンバーは、上から、ベールヌイ、あられ、三日月、シロッコ、かすみ、ザラ、アークロイヤルという編成になっております。この編成の中で、あられとかすみはもうこの段階で切っていいのかどうかちょっと迷いましたけど、まあ、この敵の編成見る限り、出さざるを得ないなと。まあ、幸い、ザラとアークロイヤルは、まあ、一応サブカンということなので、まだ戦力的には残っております。はい。そして、支援艦隊も出していきます。砲撃支援艦隊ですね。もうこちらも出していけば、まあ、なんとかなるんじゃないかなというふうに思います。では、今日も元気にこれやっていきましょう。はい。作戦計画概要をご説明します。わお、提督にプレゼンツね。作戦計画概要をご説明します。前段作戦第一作戦海域
作戦要項です。基地航空隊との共同作戦が可能です。信頼の名は伊達じゃない。出るよ。さあ、ピーマスに向けて、道中、通常戦闘と、レール縫い派欧州艦としてカウントされるようですね。こうだと欧州艦3隻必須とか。あ、そうですね。井出谷さん、詳しく調べていないのですが、関白に積みでボスに特攻があると聞きました。関白に積みでボスに特攻がある。ありがとうございます。そうですね。あと、欧州艦の方がですね、タシュケントとガングート、この2隻はちょっとカウントされないそうなので、ちょっと注意したいですね。ベルネには、カウントされますから、これはちょっと助かってはいます。最初、第7艦隊、第7じゃないですね。第3艦隊、空いてない状態でいくと、やっぱり入れるマスがね、ギリギリになっちゃうんで、まあね、ここを攻略すれば、このマップの攻略の、戦力ゲージに行くことができるので、そこについてはまだね、情報よく見てないです。ちょっとここのピーマスをね、突破するのが本当にちょっとできるかどうか怪しいので、今日はこのマスを攻略することだけにね、全集中をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。さて、やりますか。この格好動きにくいったら。かすみ姉さん、我々も頑張る。当たって。もちろん。本当に当たった。当たっちゃうか。対戦装備はちょっと積む余裕がないんだよな。まあいいでしょう。突破さえできれば。別に嬉しくもなんとも。さて、今日初めての戦闘ピーマス。どうかな。いや、本当にこのボス久しぶりなんでね。このバカンスモード。さて、やりますか。最初のボスのなんかこう掛け声みたいなのは全くないんですね。このまますぐ戦闘なんですね。最初ではまあいいのかな、これで。やっぱり当たるな、この子の攻撃は。よし、まずは公安正規。やっぱり集積地の
回避率がちょっと上がってる感じはしますね。ちょっと頭抱えてますからね。これいつぞやのイベントでもかなりかわしてきてましたから、当たるのかな。ちょっと怪しくなってきたな。ベルヌイが残ってればもうちょっと楽なんだけど、まず野戦で。いやー、ハラリやられたか。わ惜しいな。ちょっと残っちゃったな。ちょっと攻撃がねばらついちゃいましたね。これ A 処理だったら何の問題もないんですけどね。嬉しくもなんとも。いえ、違う。駆逐艦乗りのはい、残念。最初の攻撃は、失敗ということになってしまいましたね。たくさん直すよ。不死鳥の秘密は修理のタイミングにもあるんだよ。私の努力が足りなくてごめんなさい。覗くなバカ。一応この海域の中ではここが一番ねちょっとポイントとしては難しいんじゃないかと言われてるとこなんで、十分準備はしてきたつもりなんですけど、やっぱりまだ1回目ですからね。そういえば、先日ね、金谷さんから弩級戦艦のね情報をいただいた中の、ジュリオ・チェザーレですね。やっぱりこの子が実装されるっていうことが決まったということで、いや、さすがですね。見事に正解を当ててしまうというところが、おめでとうございます。ここで改めて、お礼申し上げます。はい、作戦計画概要をご説明します。そうですね。あと、細かいところで基地航空隊のこちらのね、設営隊を使うことで強化できるようなんですけども、これかな、こうかな。せっかくありますので使ってみたいと思います。どうなるのかな。期間限定海域の基地航空隊の整備拡張可能です。設営隊1を投入して航空基地の整備拡張をしますか。はい。ちょっとわからないけど、とりあえず強化1になったようですね。これで、休息とかがね、少し早くなるらしいですね。正解でしたね。コンテ、リ、カブール、ニアピン賞でしょうか。いやー、もう、勘型当てただけでもう正解だと私は思いますけどね。その中の誰かが来るかっていうのは、以前ですと、イタリアとローマ、一緒にね、実装になったこともありますし、今回はそのうちの一隻かもしれないですけど、いずれは全てね、全ての艦、全ては難しいかな。2人
くらいは実装するのかな。多分実装されれば、高速戦艦としてね、活躍してくれるんじゃないかと思うんで、ぜひとも今回のね、イベントでゲットしたいですね。わお、提督にプレゼンツね。作戦計画概要をそれで、基地航空隊も OK。第一作戦海域作戦要項です。基地航空隊との了解。ベール内出撃する。やっぱりイベント回帰の音楽はいいですね。さて、やりますか。見つけたぞ。逃がさん。アポーヨ攻撃隊発艦始め。船井ついたら離さないって。いったでーす。主砲前方の敵艦に思考。撃ち方始め。沈みなさい。私がそう。さあ、どんどん行きましょう。さて、やりますか。そうだな。イベント特有の警戒陣も出てきてるから、ここで使ってもいいのかな。だとすれば最後のアークロイヤルのところはちょっと考えないといけないな。バカばっかり。実践あるのみよ。やるわ。蓬莱激戦行きまーす。撃つよ。原章。よし。単王子なら潜水艦も鹿野屋ね、さん、怖くない。派、おそらく A さんのタラント空襲で事実上撃沈ですから、大きな特攻もらってそうです。E さんのタラント空襲がね、そうなると、E2 で来たりするのかな。リットリオさん、ありがとう。頑張ったんだ、私。最後の終焉の地のカンムスはね、特攻をもらうというのが今までの、通例となっているので、前回イベントの時はドロップ艦だったのがシェフィールドだったから、もしかしたらドロップ艦の可能性もありますね。いずれにしても情報が全くない状態なんで、そこは明日楽しみに待ちましょう。よし、今回の基地航空隊もいい働きしてる。これならなんかいけそうな感じ。でも T 字不利なんだ。鹿野屋さん、イラストリアス第3報酬で、闇イラストリアスがラスボスでしょうかね。イギリスの航空母艦でしたね。E3 のボス強そうですね。前にアメリカのホーネットもねボスとして来た時は
大変な強さでしたから。お、出た。いいダメージ出ましたね。1900、1400、90。ちょっとね、ばらつきがありますね。本当にどうなるのかな、今回のイベントは。小規模だということですから、マップの数だけであれば、多分3つぐらいで終わってくれるとありがたいんですけど、講談とか入れて、もしかしたら実質上、あ、なんか危ない。8。よし、当たった。本当にもうこの集積地のこのバカンスモードね、これかわしてくるから困るな。勝利か。招き猫さん、こんばんは。招き猫さん、こんばんはです。今日もよろしくお願いします。よし、まずは1回目の P マス勝利ですね。航空母艦宝生です。ふつつかものですが、よろしくお願いいたします。はい、宝生さん、よろしくお願いします。はい、作戦完了です。お疲れ様。よし。かのやさん、タラント空襲参加空母派、彼女一艦です。当初の予定だともう一隻空母、イーグルだったかな、がいたんですが、不参加でしたから。なるほど。タラント空襲は、イラストリアス一隻のみ。まあ大体なんかね、こう作戦に参加する航空母艦っていうのは2隻で最初は計画されるんですけど、まあどうしてもどういうわけかもう一隻はね参加できなかったりするパターンって多いですよね。まあ、順用と費用も本来でしたら一緒に運用されるはずなんですけど、途中でね交代してしまうというね、いうパターンがありましたから、もしかしたら今回のイベントは第2作戦までが前段作戦で、第3作戦でも後段作戦なんていう風な構成で考えてるのかな。だとすれば今回のかのやさん、もっとも、深海落ちすると、随伴艦で空母おばさん2人くらい連れてそうですが。それは、なんとか避けたいですね。空母世紀はね、もう本当に強いんで、できればね、まあラス弾で2隻来られるのはまあ仕方ないとしても、通常で2隻来られるとね、本当にうわって思いますからね。それだけでかなり戦意を喪失させられるようなね、感じがしますから、なんとか避けたい。これお菓子かな。作戦計画概要をご説明します。いやー、基地航空隊の連動が剥がれちゃったな。ちょっとあの敵倒すには連動がないとちょっときついと思うんで、こっちはちょっと変更。もうここは全力でいかないとね、倒せる気がしないんで、なんとかね、したい。まあ装備的にはこれで問題なさそうだから、本当にご了承ですね。
前段作戦。第一作鹿戦野屋さん、制空地獄でしょうね。できれば避けたいけど。そうですね。制空地の争いをするとなると、ほとんど基地航空隊ベール内の攻撃力は、その制空地を確保するために割かなくてはいけなくなるので、本体のね、艦隊に航空母艦が何隻出撃できるか分かりませんけども、そうなってくれば完全にもう、戦艦ないし巡洋艦の砲撃力で突破をしなければいけなくなることが想定されるので、さて、やりますか。ということは、金剛比叡の野戦砲撃能力のね、向上したというアップデート、そこに活路を見出せということなのかもしれないですね。前方の敵艦に思考。撃ち方。この格好。動き沈みなさい。かすみ姉さん、あられもさあ、頑張る行きなさい。やっぱりね、アークロイヤル何気に特攻あるなと思ってたらやっぱりありますね。火力がいつもよりも、5割増しかな、そのくらいの火力感じます。私がそう、いただいておく。でもおかしいな、ここ第一海域なんだけど、すでにお札が2つ投入されている上に、鹿野屋さん、ただ、前回のイベントでラバウル航空隊配布したから、そうなる危険性派高そうです。やだなぁ。難易度によってね、そこら辺は強化してくるのはわかるんですけど、あれなんで動かないの？そういったね、制空地を、この格好、動きにくいったら。ちょっとそれをラバール航空隊当てにされるようなね、戦闘だとちょっと困りますね。かすみもうちょっとマイルドにしてほしい。あられも頑張るから。うわ、やられた。なんてことするのよ。服が台無し。潜水艦はね、こういうのがあるからね。積んでる余裕がないと言ってるのに、もう。はい、撤退ですね。はい。作戦完了です。お疲れ様。スパシーバ。サプライは大切に。青葉、もういい加減に。鹿野屋さん、おは。お疲れ様。いやー、ちょっとね、来撃が集中してたんで怪しいなと思ったんですけど、やっぱりかわせませんでしたね。仕方なし。私の努力が足りなくてごめんなさい。覗くなバカ。長期休暇もらっていいよね。I will have a shower. Sorry. やられちゃった。ごめん。じゃあシャワー浴びるね。対戦装備は積んでる余裕がないんだけど、ここは鹿野屋さん、ちょっと足りないか。英国サブ出すべきか。きつい。でもあそこの、対戦マスは、3隻だし、単王陣で来る場合もありますので、今回はちょっと事故っちゃいましたけども、多分3回行けば1回くらいは無傷で抜けられると思います。なので、今日はここで、もう早いんですけど、間宮イラコ使っていきます。大丈夫？
ともどもどうぞよろしくお願いいたします。はい、これで、リフレッシュと。うん。青葉、もういい加減に。作戦計画概要をご説明します。わお、提督にプレゼンツね。作戦計画概要をご説明します。よし。今度は抜けられるといいけどな。鹿野屋さん、まあ、私肺に解放されて情報出るまで出撃我慢します。そうですね。私も今日、出撃をね、ちょっとしてしまったんですけど、まあ、できれば情報を待っていた方がいいですね。というのも、今この段階で、まあ、お札を2つね、使われているのと、まあ、ダイハツ艦、乗せられるダイハツ艦の艦娘ももう5人採用している状態で、まあ、主力メンバーもそのうちに1割ですかね、投入してます。まあ、サブのメンバーといっても、まあ、できれば一戦級で戦えるメンバーもね、投入してますので、ちょっと後半っていうかね、第2、第3の時の戦いには、若干、ここで出した戦力を悔やむ時が来るかもしれないんで、鹿野屋さん、配信されてらっしゃるから、その辺は厳しいところですね。まあね、今回やると決めた以上は出撃しないとね、いけないんですけど、なかなか、難しいところですね。なんで、私もこの第一海域はもうここまでやってしまったので、まあ、攻略までこのままいきますけど、第2回忌に関してはちょっと情報出てから取り組もうかなというふうに思ってます。できれば第3回忌の情報も欲しいところですけど、まだね、それは先のお話ですからね。あまり、イベントも楽しんでいきたいと思ってるんででもいろんな子がね、出撃できるっていうのは、このイベントの楽しみでもありますので、まあ、ここで使ってしまっても、後悔はない。後で誰かがその代わりをやってくれるはずです。シロッコ一番なんだ。そっか。鹿野屋さん、絵にも史実から考えると、輸送派ありそうですから、第8駆逐の割り振りを悩んでます。そうですね。この第1マップで輸送作戦に関して言えばさほど難しくはないんですけど、対地特攻を持つ深海生艦がちょっとね、多数出陣してるので、まあ、それを倒すにはちょっと全力でいかないとね、倒すのはちょっと難しいです。これはもう間違いなく難しいです。なのでそこに、戦力を集中して出すような編成をねしていくようにすれば少しでも抑えられるんじゃないかなと思います。よし、今回は T 字有利なんで、こっち
ちもダメージは受けるね。かのやさん、当たり前かもですが、欧州駆逐ではダイハツ系乗りませんからね。そうね。欧州駆逐艦はダイハツ乗らないけど、特攻はあるので、魚雷カットインですね。それをうまく使えば、かなり火力はね、知ってた2000、今日最高ダメージ1515ね。ちょっと過剰なくらいの対地装備積んできましたけど、やっぱこれくらいやっとかないとね、この集積地を燃やすのは難しかったんで、後悔はないということです。この拍手喝采はあられが何かしたの？はい、あられやったよ。見事に決めてくれました。あなたが司令官ですね。そして三日月ですね。どうぞお手柔らかにお願いします。はい。かのやさん、せめて対地戦闘が H のみなら、まだマシかと思いますが、油断派禁物ですね。そうなんですよね。対地は多分もう一箇所くらいは用意してくると私は踏んでるので、白津夕方の、村雨、海風、川風、あと朝潮型の朝潮、道潮、大潮、この辺りは残しておきます。あとは、ベール縫い。今使ってるベール縫いはちょっとサブカンなので、本体のベール縫い。あとは、どうしても必要であれば、最後は U 雲型の、巻き雲あたりかな。そこら辺も積むことができるので、それでも不足であれば、アブクマ、ユラ、あとはコトランドの、軽巡洋艦でも積める子がいますし、かのやさん、あと地中海だと、プトがうようよいるはずです。イタリア海軍が積極的に使ってたので。PT ですね。PT に関しては、もう機銃、見張り員、このセットでね、組んでいけば、そんなに、今の PT はね、そこまで強力ではないので、多分対策は取れると思いますよ。はい。ということでね、今日は、イベント初日ですね。初日ということで、出演機の方をしてきました。ちょうど戦力ゲージのね、解放のところまで、こぎつけることができましたので、今日の配信は、ここまでということにしたいと思います。次回は、戦力ゲージの、攻略の方を、配信していきたいと思います。ちょっとね、情報がまだまだ出揃っていない状態で戦うのは、私の艦隊の力ではちょっと難しいので、ちょっとここで一旦、足を止めて、情報収集に、そして、また、それができたらまた前進していくというね、感じでいきたいと思います。
かのやさん、お疲れ様でした。はい。かのやさん、ありがとうございます。今日はちょっと短めではありましたけども、配信の方、させていただきました。タモンマルのカンコレ、タモンマルです。本当にね、イベントが始まりました。今まで最初の海域だけの開放でスタートするっていうのは本当に初めてのことなので、おそらく第2海域も大変な海域になるだろうと思われますけども、そこはね、みんなの力で乗り越えていきたいと思いますので、また次回もよろしくお願いいたします。本当に今日はご視聴ありがとうございました。それではまた次回、次回ですね、予定としては来週の、水曜日25日、また同じ8時からね、配信したいと思います。それでは、また次回もカンコレ楽しんでいきましょう。それでは失礼いたします。じゃあね。